その時に巨人、若林博士の左の目の下の筋肉がかすかにビクリビクリと震えた。あるいはこれがこの人物独特の微笑ではなかったかと思われる一種異様な表情であった。続いてその白い唇が緩やかに動き出した。さよう、ここは九州大学精神病科の第7号室でございます。どうもお休みのところをお妨げいたしまして恐縮にこらえませぬが、かように突然にお伺いいたしました理由と申しますのは他でもございませぬ。早速ですが、あなたは先ほど食事係の看護婦にご自分のお名前をお尋ねになりましたそうで、その旨を宿直の委員から私に報告してまいりましたから、すぐにお伺いいたしました次第でございますが、いかがでございましょうか。もはやご自分のお名前を思い出されましたでしょうか。ご自分の過去に関するご記憶を残らずご回復になりましたでしょうか。私は返事ができなかった。やはりポカンと口を開いたまま、白痴のように目を白黒さして、鼻の先の巨大な顎を見上げていたように思う。これが驚かずにいられようか。私は今朝からまるで自分の名前の幽霊につきまとわれているようなものではないか。私が看護婦に自分の名前を尋ねてから今までの間はまだどんなに長くとも1時間と経っていない。そのわずかな間に病気をして、これだけの身支度をして、私が自分の名前を思い出したかどうかを問いただすべく駆けつけてくる。その薄気味の悪いすばしこさと不可解な熱心さ。私が私自身の名前を思い出すというたったそれだけのことがこの博士にとってなぜにそれほどの重大事件なのであろう。私は二重三重に面食らわせられたまま手のひらの上の名刺と若林博士の顔を見比べるばかりであった。ところが不思議なことに若林博士も私のそうした顔を瞬き一つしないで見下しているのであった。私の返事を待つつもりらしく、口をぴったりと閉じて、穴の開くほど私の顔を凝視しているのであったが、その緊張した表情には、何かしら私の返事に対して、重大な期待を持っている心構えが、ありありと現れているのであった。私が自分自身の名前を過去の経歴と一緒に思い出すか出さないかということが若林博士自身と何かしら深い関係を持っているに違いないことがいよいよ確かにその表情から読み取られたので、私は一層固くなってしまったのであった。二人はこうしてちょっとの間睨み合いの姿になった。が、そのうちに若林博士は私が何の返事もし得ないことを察したかして
いかにも失望したらしく、そっと目を閉じた。けれども、そのまぶたが再び、しょぼしょぼと開かれた時には、前よりも一層深い微笑みが、左の頬から唇へかけて現れたようであった。同時に、私が呆然となっているのを、何か他の意味で面食っているものと勘違いしたらしく、かすかに二三度うなずきながら唇を動かした。ごもっともです。不思議に思われるのは、ごもっともも千番です。元来、法医学の立場を厳守していなければなりませぬ私が、かように精神病科の仕事に立ち入りますのは、全然筋違いに相違ないのでございますが、しかし、これにつきましては、晩やむを得ませぬ深い事情が、と言いさした若林博士は、またも咳が出そうな身構えをしたが、今度は無事に落ち着いたらしい。ハンカチの影で目をしばたたきながら、息苦しそうに言葉を続けた。と申しますのは他でもございません。実を申しますと、この精神病科教室には、ついこの頃まで、正木警視という名高いお方が主任教授として在任しておられたのでございます。正木警視。さようで、この正木警視というお方は、一人我が国のみならず、世界の学会に重きをなしたお方で、従来から行き詰まったままになっております精神病の研究に対して、根本的の革命を起こすべき精神科学に対する新学説を完全として樹立されました偉大な学者でございます。と申しましても、それは無論、今日まで行われてまいりましたような心霊学とか光心術とか申しますような非科学的な研究ではございませぬ。純然たる科学の基礎に立脚して編み出されました各時代的の新学理に相違ありませぬことは、正木先生がこの教室内に世界に類例のない精神病の治癒場を創設されまして、その学説の真理であることを着々として立証してこられました一事を見ましても、たやすく趣向できるのでございます。申すまでもなくあなたも、その新式の治療を受けておいでになりましたお一人なのですが、僕が精神病の治療、さようで、ですから、その正木先生が責任を持って治療しておられましたあなたに対して、法医学専門の私が、かようにご容体をお尋ねするというのは、取りも直さず、甚だしい筋違いに相違ないので、ただいまのように、あなたからご不審を受けますのも、重々ごもっとも千番と存じているのでございますが、しかし、ここに、いかん千番なことには、その正木先生が、この1ヶ月以前に、突然、私に工事を託されたまま、永眠されたのでございます。しかも、
その公認教授がまだ決定いたしておりませず、適当な助教授も以前からいないままになっておりました結果、総長の命を受けまして、当分の間、私がこの教室の仕事を兼任いたしているような次第でございますが、その中でも特に大切に、全力を尽くしてご解放を申し上げるように、正木先生からご委託を受けまして、お引き受けいたしましたのが、他ならぬあなたでございました。言葉を変えて申しますれば、当精神病科の面目、否、九大医学部全体の名誉は、目下のところただ一つ。あなたが過去のご記憶を回復されるか否か、ご自身のお名前を思い出されるか否かにかかっていると申しましても、よろしい理由があるのでございます。若林博士がこう言い切ったとき、私はそこいら中が急に眩しくなったように思って、目をパチパチさした。私の名前の幽霊が、五光を輝かしながら、どこかそこいらから現れてきそうな気がしたので、けれども、その次の瞬間に私は、顔を上げることもできないほどの情けない気持ちに迫られて、我知らず、うなだれてしまったのであった。ここは確かに、九州帝国大学の中の精神病科の病室に違いない。そうして私は、一個の精神病患者として、この7号室に収容されている人間にそういないのだ。私の頭が今朝、目を覚ました時から、どことなく変調子なように思われてきたのは、何かの精神病にかかっていた、否、現在もかかっている証拠なのだ。そうだ。私は、気違いなのだ。ああ、私が、浅ましい気違い。というような、あらゆるたまらない恥ずかしさが、丁寧すぎるくらい丁寧な若林博士の説明によって、初めて、はっきりと意識されてきたのであった。それにつれて、胸が息苦しいほどドキドキしてきた。恥ずかしいのか、恐ろしいのか、または悲しいのか、自分でもわからない感情のために、全身をチクチクと刺されるような気がして、耳から首筋のあたりがまたもカッカとほてってきた。目の中がおのずと熱くなって、そのままベッドの上に突っ伏したいほどの思いに満たされつつ、悲しく両手を顔に当てて、目頭をそっと押さえつけたのであった。若林博士は、そうした私の態度を見下しつつ、二度ばかりごくりごくりと音を立てて、唾を飲み込んだようであった。それから、あたかも、たっとい身分の人に対するように、両手を前に束ねて、今までよりも一層親切な響きを込めながら、ほとんど猫なで声かと思われる口調で、私を慰めた。ごもっともです。重々、ごもっともです。
どなたでもこの病室にご自分自身を発見されますときには、一種の絶望に近い打撃的な感じをお受けになりますからね。しかしご心配には及びませぬ。あなたはこの病棟に入っている他の患者とは、全く違った意味で入院しておいでになるのですから。僕が他の患者と違う。さようで、あなたはただいま申しました正木先生がこの精神病科教室で創設されました強靭の解放治療と名付くる各時代的な精神病治療に関する実験の中でも最貴重な研究材料としてご一心を提供されたお方でございますから、私が気違いの解放治療の実験材料、気違いを解放して治療する。若林博士は心持ち状態を前に傾けつつうなずいた。強靭解放治療という名前に敬意を表するかのように。さようさよう、その通りでございます。その強靭解放治療の実験を創始されました正木先生のご人格と、その編み出されました学説が、いかに各時代的なものであったかということは、もう間もなくお分かりになることと思いますが、しかも、あなたはすでに、あなたご自身の脳髄の正確な作用によって、その正木博士の新しい精神科学の実験を、驚くべき好成績のうちにご完成になりまして、当大学の名前を全世界の学会に印象させておいでになったのでございます。のみならずあなたは、その実験の結果として現れました強烈な精神的なショックのために、ご自身の意識を全く喪失しておられましたのを、現在、ただいま、鮮やかに回復なされようとしておいでになるのでございます。でございますから、もうさば、あなたは、その解放治療場内で行われました、ある驚異すべき実験の中心的な代表者でおいでになりますと同時に、当9代の名誉の守り神とも申すべきお方に相違ないのでございます。そんな恐ろしい実験の中心に、どうして僕が、と私は思わず咳き込んで、寝台の端ににじり出した。あまりにも怪奇を極めた話の中心に、ぐんぐん巻き込まれてゆく私自身が恐ろしくなったので、その私の顔を見下しながら、若林博士は今までよりも一層冷静な態度でうなずいた。それは誠にごもっとも千万なご不審です。が、しかしそのことにつきましては、遺憾ながら、ただいまはっきりとご説明申し上げるわけに参りませぬ。いずれ遠からず、あなたご自身に、その経過を思い出されますまでは、僕自身に思い出す。それはどうして思い出すので。
と私は一層咳き込みながら口を持った。若林博士のそうした口ぶりによって、またもはっきりと精神病患者の情けなさを思い出させられたように感じたので、しかし、若林博士は騒がなかった。静かに手を挙げて私を制した。まあ、お待ちください。それはかようなわけでございます。実を申しますとあなたが、この解放治療場にお入りになりました経過につきましては、実に一朝一夕に尽くされぬ深刻複雑な不可思議を極めた因縁が複在しておるのでございます。しかもその因縁のお話と申しますのは、私一個のお考えで前後の筋をまとめようといたしますと、全部が嘘になってしまう恐れがありますので、つまるところそのお話の筋道に、直接の体験を持っておいでになるあなたが、その深刻不可思議な体験をご自身に思い出されたものでなければ、誰しも真実のお話として信用することができないという、それほどさように限界、脅威を極めた因縁のお話が、あなたの過去のご記憶の中に含まれているのでございます。がしかし、当座のご安心のために、これだけのことは、ご説明申し上げても差し支えあるまいと思われます。すなわち、その、強靭の解放治療と申しますのは、本年の2月に、正木先生が当大学に赴任されましてから間もなく、その治療場の設計に着手されましたもので、同じく7月に完成いたして、近々4ヶ月間の実験を行われました後、今からちょうど1ヶ月前の10月20日に、正木先生が亡くなられますと同時に閉鎖されることになりましたものですが、しかも、そのわずかの間に、正木先生が行われました実験と申しますのは、取りも直さず、あなたの過去のご記憶を回復させることを中心といたしたものでございました。そうしてその結果、正木先生はずっと以前から一種の特異な精神状態に陥っておられましたあなたが、遠からず今日のご容態に回復されるに相違ないことを明白に予言しておられたのでございます。亡くなられた正木博士が僕の今日のことを予言。さようさよう。あなたを当大学の司法として大切にご解放を申し上げているうちには、きっと元の通りの精神意識に立ち返られるであろう。その正木先生の偉大な学説の原理を、その原理から生まれてきた実験の効果を、ご自身に証明されるであろうことを、正木先生は、断固として言明しておられたのでございます。のみならず、果たしてあなたが、正木先生のお言葉の通りに、過去のご記憶の全部を回復されることに相なりますれば、その必然的な結果として、あなたがかつてご関係になりました、ほとんど空前とも申すべき回帰、
清掃を極めた犯罪事件の真相をも同時に思い出されるであろうことを、かく申す私までも信じて疑わなかったのでございます。無論、ただいまも同様に、そのことを固く信じているのでございますが、空前の犯罪事件、僕が関係した。さよう。とりあえず空前とは申しましたものの、あるいは絶後になるかもしれぬと考えられておりますほどの異常な事件でございます。それは、どんな事件と、私は息を吐く間もなく、寝台の端に乗り出した。しかし、若林博士は、どこまでも落ち着いていた。淡然として直立したまま、すらすらと言葉を続けていった。その青白い瞳で、静かに私を見下ろしながら、その事件と申しますのは、他でもございませぬ。何をお隠し申しましょう。ただいま申しました、正木先生の精神科学に関するご研究につきましては、かく申す私も、久しい以前からご指導を仰いでおりましたので、現にただいまでも引き続いて、精神科学応用の犯罪において研究を重ねている次第でございますが、精神科学応用の犯罪、さようで、しかし単にそれだけではあまりに目新しいテーマでございますから、内容がお分かりにならぬかもしれませぬが、かよう申し上げましたならばおおよそご了解ができましょう。すなわち私がかようなテーマにおいて研究を始めましたそもそもの動機と申しますのは、正木先生の唱え出された精神科学そのものの内容があまりに恐怖的な原理、原則に満ち満ちていることを察知いたしましたからでございます。例えば、その精神科学の一部門となっております精神病理学の中には、一種の暗示作用によって人間の精神状態を突然別人のように急変化させ得る。その人間の現在の精神生活を一瞬間に打ち消して、その精神の奥底の深いところに潜在している何代か前の祖先の性格と入れ替えさせ得るといったような戦慄すべき理論と実例が数限りなく含まれておりますので、しかもその理論と申しますのは、その応用、実験の効果があくまでも科学的に的確、深刻なものがありますにもかかわらず、その作用の説明とか実行の方法とかいうものは従来の科学と違いまして、極めて平々凡々な説明の仕様によっては、女子供にでも面白おかしく趣向できる程度のものでありますからして、考えようによりましては、これほどの危険な研究、
実験はないのでございます。もちろんその詳細な内容は遠からずあなたの目の前にありありと展開いたしてくることと存じますから、ここには説明いたしませぬが、そんな恐ろしい研究の内容が僕の目の前に。若林博士はいとも操縦にうなずいた。さようさよう。あなたはその学説の真理であることを身をもって証明されたお方ですから、そうした原理が描き表す恐怖、戦慄に対しては一種の免疫になっておいでになりますばかりでなく、近い将来においてご自分の過去に関するご記憶を回復されました暁には、必然的にこの新学理の研究に参加される権利と資格を持っておいでになることを自覚されるわけでございますが、しかしそれ以外の人々に万一この秘密の研究の内容が漏れましたならば、どのような事変が発生するか全然予想ができないのでございます。例えば、ある人間の心理の奥底に潜在している一つの恐ろしい遺伝心理を発見して、これに適応した一つの暗示を与えるときは、一瞬間にその人間を発狂させることができる。同時に、その人間を発狂させた犯人に対するその人間の記憶力までも消滅させるような時代が来たとしましたならば、どうでしょうか。その害毒というものは到底ノーベル氏が発明しました綿火薬の製造法が世界の戦争を激化した日ではございますまい。でございますからして、私は本職の法医学の立場から考えまして、将来このような精神科学の理論が現代における唯物科学の理論と同様に一般社会の常識として普及されるようなことになっては大変である。その時には現代において唯物科学応用の犯罪が横行しているのと同様に、精神科学応用の犯罪が流行するであろうことを当然の帰結として覚悟しなければならないわけであるが、しかしそうなったらもはや取り返しのつけようがないであろう。この精神科学応用の犯罪が実現されるとなれば、昨今の唯物科学応用の犯罪とは違って、ほとんど絶対に検察、調査の不可能な犯罪が世界中の至るところに出現するに相違ないことが前もって分かりきっているのでありますからして、とりあえず正木先生の新学説は絶対に外部に公表されないように注意していただかねばならぬと同時に、甚だ得て勝手な申し分のようではございますが、万一の場合を予想しまして、この種の犯罪の予防方法と犯罪の検出探索方法とをできる限り周到に研究しておかねばならぬと考えましたので、久しい以前から正木先生のご指導のもとに、精神科学応用の犯罪とその証跡と題しまするテーマのもとに、極度の秘密を厳守しつつ、あらゆる方面から調査を進めておったところでございます。
つまるところ、正木先生と私と二人の共同の授業といったような格好で、ところが、その正木先生と私と二人の間にいかなる油断があったのでございましょうか。それほどに用心いたしておりましたにもかかわらず、いつ、いかなる方法で盗み出したものか、その精神科学のうちでも最も強烈、深刻な効果を表す理論を、いとも鮮やかに実地に応用いたしました一つの不可思議な犯罪事件が、当大学からほど遠からぬところで突然に発生したのでございます。すなわちその犯罪のアウトラインと申しますは、ある裕福な一家の血統に属する数名の男女を何らの理由もないままお互い同士に殺し合わせ、または発狂させ合ってしまったという残忍冷血、この上もない凶行を中心として構成されているのでございます。しかも、その凶行の手段が、私どもの研究いたしております精神科学と関係を保っております事実が確認されるようになりました短所と申しますのは、やはりその裕福な一家の最後の血統に属する一人のおとなしい頭脳の明晰な青年の身の上に起こった事件でございます。つまりその青年が滅びかかっている自分の一家の血統をつなぎ止めるべく、自分を恋したっている美しいいとこと結婚式を挙げることになりました。その前の晩の夜中過ぎに、その青年が思いもかけぬ夢中遊行を起こしまして、その少女を絞殺してしまいました。そうしてその少女の死体を目の前に横たえながら、冷静な態度で髪を広げて写生をしていたという非常に特異な不可思議な事実が暴露されまして、大評判になってからのことでございますが、同時にその青年の属する一家の血統をそんなにまで悲惨な状態に陥れてしまったのが何の目的であったかという事実と、その犯人が何人であるかというこの二つの根本問題だけは今日までも依然として不明のままになっているという、どこまで奇怪、深刻を極めているかわからない事件でございます。九州の警視庁と呼ばれております福岡県の司法当局も、この事件に限っては鉄頭鉄尾、無能と同じ道を歩んだ形になっておりますので、同時に正木先生のご援助のもとに全力を挙げて該事件の調査に着手いたしました私も、今日に至るまで事件の真相に対して何らの手がかりもつかみ得ないまま、五里夢中に奉公させられているような状態でございます。で、そのような次第でございますからして、現在、私の手に残っておりまする該事件探求の方法はただ一つ。すなわち、その事件の中心人物となって生き残っておいでになるあなたご自身が、正木先生のご遺徳によって過去のご記憶を回復されましたときに、
直接ご自身にその事件の真相を判断していただくこと、その犯行の目的とその犯人の正体を指示していただくこと、この一途より他に方法はないことに相なりました。それほどさように身辺自在な手段をもってその事件の犯人たる海魔人は漱石をくらましているのでございます。こう申しましたならば、もはやお分かりでございましょう。この事件において、私自身の口から具体的な説明を申し上げかねる理由と申しますのは、私自身がその事件の真相を確かめておりませぬからでございます。また、かように私が専門外の精神病科の仕事に立ち入って、自身にあなたのご解放を申し上げておりますのも、そうした重大な秘密の漏洩を警戒いたしたいからで、同時に万一、あなたのご記憶が回復いたしました節には、時を移さず駆けつけまして、誰よりも先にその事件の真相も聞かしていただかねばならぬ。その事件の真相を笑いくらましている海魔人の正体を暴露していただかねばならぬという考えからでございます。しかも万一、あなたが過去のご記憶を回復されましたおかげで、この事件の真相が判明いたすことに相なりますれば、その必然の結果として、実に20、30の慎重な意味を持つ研究発表が、現代の科学界と一般社会との双方に投げかけられまして、世界的なセンセーションを巻き起こすことに相なりましょう。すなわち、正木先生が表面上、仮に強靭の解放治療と名付けておられましたご研究、実は現代の物質文化を一撃のもとに精神文化に転化し得るほどの大実験の最後的な結論とするべきある重大な事実が科学的に立証されまするばかりでなく、同時に同先生のご指導のもとに私が研究を続けております精神科学応用の犯罪とその証跡と名付くる論文のうちの最も重要な例証の一つをも遺憾なく完備させていただけることになるのでございます。そうして正木先生と私とがこの20年の間心血を傾注してまいりました精神科学に関する研究が同時に公表される機会を与えていただけることに相なるのでございます。でございますからして、あなたが果たしてご自身のお名前を思い出されるかどうか、過去のご記憶を回復されて、その事件の真相を明らかにされるかどうか、ということにつきましては、そのような20、30の意味から、当大学の内部、もしくは福岡県の司法当局のみならず、満天下の市長が集中いたしております次第でございます。しかるに、ここまで一気に説明してきた若林博士は、ふと奇妙な青白い一別を私に与えた。と思うと、
またもやくるりと横を向いて、ハンカチを顔に押し当てながら、一生懸命に咳入り始めたのであった。そのシワだらけに引きつった横顔を眺めながら、私は煙に巻かれたように呆然となっていた。今朝から私の周囲にごちゃごちゃと起こってくる出来事が何一つとして私に新しい不安と驚きとを与えないものはない。しかもそれに対する若林博士の説明がまたみるみる大げさに超自然的に拡大してゆくばかりで、とても事実とは思えない。私の身の上に関係したことばかりのように聞こえながら、実際は私と全く無関係な夢物語見たような感じに変わっていくように感じつつ、するとそのうちに咳を収めた若林博士はまた一つじろりと青白い黙礼をした。ごめんください。疲れますので。といううちに、やおら後ろの華奢な遠椅子を振り返って、そろそろと腰を下ろしたのであったが、その風つきを見ると私はまた、思わず目をそらさずにはいられなかった。はじめ、その遠椅子が若林博士の背後に添えてあるのを見たときには、少し大きな人が腰をかけたら、すぐにも潰れそうに見えたので、まだ他に誰か、女の人でも来るのかしらん、くらいに考えていた。ところが今見てみると、若林博士の長大な胴体は、その椅子の狭い肘掛けの間に、何の苦もなくすっぽりと入った。そうして胸と腹とを二重に折りたたんで、ハンカチから目ばかり出した顔を、膝小僧に乗っかるくらい低くしてくると、さながらに私が、その怪事件の裏面に潜む怪魔人でございます。というかのように、ぐずぐずと縮こまって、ちょこなんと椅子の中に収まってしまった。その全体の大きさは、どう見ても今までの半分ぐらいしかないので、どんなに痩せこけているにしても、その外頭の毛皮がいかに薄いものであるにしても、とても尋常な人間のできる芸当とは思えない。しかも、その中から声ばかりが元の通りに、いな。腰を落ち着けたせいか、一層冷静に、何もかも私が存じております。という風に響いてくるのであった。どうも失礼を。しかるに私が、ただいまお伺いいたしまして、あなたのご様子を拝見してみますと、正木先生の予言が神のごとくに的中して参りますことが、専門外の私にもよくわかるのでございます。あなたは現在、ご自分の過去に関するご記憶を回復しようとお勤めになりながら、何一つ思い出すことができないので、お困りになっていられるでございましょう。それはあなたが、この実験におかかりになる以前の健康な
精神意識に立ち返られる途中の一つの過程に過ぎないのでございます。すなわち、正木先生のご研究によりますと、あなたの脳髄の中で過去のご記憶を反射、交換いたしております部分の中でも、一番古い記憶に属する潜在意識を支配しておりますところのある一箇所に、遺伝的の弱点、すなわち非常な敏感さを持ったある一点が存在しておったのでございます。ところがまた一方に、そうした事実を以前からよく知っている不可思議な人物がどこかにおったのでございましょう。ちょうどその最も敏感な弱点をどん底まで刺激する極めて強烈な精神科学的の暗示材料を用いまして、その一点を極度の緊張に陥れました結果、そこに遺伝、潜在しておりましたあなたの古い1000年前のご先祖の怪奇、深刻を極めたローマンスに関する記憶がすっかり有利してしまいまして、あなたの意識の表面に浮かび現れながら、あなたを深い夢中友好状態に陥れることに相なりました。そうして今日に立ち至りますと、その潜在意識の中から有利し現れました夢中友好心理が残らず発揮し尽くされまして、空無の状態に立ち返りましたために、ただいまのようにその無有状態から離脱されることになったわけでございますが、しかしその異常な活躍を続けてまいりました潜在意識の部分と、その付近にある過去のご記憶を反射交換する脳髄の一部分は、長い間の緊張から来た深刻な疲労が残っておりますために、ただいまのところでは全く自由が利かなくなっております。つまり、古い記憶であればあるほど思い出せない状態に陥っておられるのでございます。そこで、今までさほどに疲れていなかった極めて印象の新しい最近の出来事を反射交換する部分だけが今朝ほどからとりあえず覚醒いたしまして、もっと以前の記憶を回復しようと焦りながら何一つ思い出せないでいるというのが現在のあなたの精神意識の状態であると考えられます。正木先生はそのような状態を仮に自我亡失症と名付けておられましたが、自我亡失症、さようで、あなたはその怪事件の裏面に隠れている怪犯人の精神科学的な犯罪手段にかかられました結果、その以後、数ヶ月の間というもの、現在のあなたとは全く違った別個の人間として、ある異常な夢中友好状態を続けておられたのでございます。もちろん、このような深い夢中友好状態、もしくは極端な二重人格の実例は、普通人によく現れる軽度の二重人格的無有、すなわち寝言と
とか寝とぼけとかいう程度のものとは違いまして、極めて稀有のものではありますが、それでも昔からの記録文献には明瞭に残っている事実が発見されます。例えば、50年目に故郷を思い出した老人とか、または証拠を突きつけられてから初めて自分が殺人犯人であったことを自覚した紳士の感想録とか、産んだ覚えのない実子にあった孤独の老嬢の告白、列車の衝突で気絶したと思っている間に特等の大富豪になっていた貧青年の手記、たった一晩一緒に眠ったはずの若い婦人が翌朝になると白髪の老婆に変わっていた話、夢と現実とを反対に考えたために大罪を犯すに至った清掃の懺悔物語、謎いう奇怪な実例がいろいろな文献に残存しておりまして、世人を半信半疑の境に迷わせておりますが、そのような実例をただいま申しました正木先生独創の学理に照らしてみますと、もはや何人も疑う余地がなくなるのでございます。そのような現象の実在が科学的に可能であることが明白、切実に証拠立てられますばかりでなく、そんな人々が元の精神意識に立ち返ります際には、きっとある長さの自我防湿症を経過することまでも学理と実際の両方から立証されてくるのでございます。すなわち厳密な意味で申しますと、我々の日常生活の中で我々の心理状態が見るもの聞くものによって弛緩されつつひっきりなしに変化してゆく。そうしてたった一人で腹を立てたり悲しんだりニコニコしたりするのはやはり一種の夢中友好でありまして、その心理が変化してゆく刹那刹那の至るところには、こうした夢中友好、自我防湿、自我覚醒という経過が極度の短さで繰り返されている。一般の人々はそれを意識しないでいるだけだという事実をも正木先生は合わせて立証していられるのでございます。ですから申すまでもなくあなたもその経過を取られまして遠からず今日ただいまのご容体に回復されるであろうことを正木先生は明らかに予知しておられましたので、残るところはただ事実の問題となっていたのでございます。若林博士はここでまたちょっと息を切って唇を舐めたようであった。